想のあるものにまず自分は惹かれるんだなと、そういう積み重ねがあって、さらに自分がどうずらせるかとか、あるいはどこから外に行けるかっていう、なんとかこの上で生成変化したいと、自分でイメージしているものと、それからずれたり壊れていくものっていうのが同時に成り立った時に、これでいいんだなっていう思えるものがですね出てくる。なんかこういう皮膜の中にいろんな顔料が散りばめられてて、それを透過した時に色彩に見えるような。一番僕にとって嬉しいのは、その作品と見た人の間で何かそこで生成変化が起こっていること。ここで展示されてますその作品は千の光源と言いますが、ここにあります千のプラトーっていう本があるんですね。でこれは1994年に出版日本でされまして、ただ書かれているのは80年です。それでこの作品を作った時は出てなかったんですね。ただどうして僕がそういう作品を作ったっていうと、千の光源っていう言葉にですね何かすごく響くものを感じて、ところがこの本が実際出版されまして、実は僕この頃ちょうどバタバタしてまして、ドイツに行く直前だったもんですから、実はこの本今日初めて読み終わったんですね。でこの本は7月頃から読み出しまして、その頃はまだここでこういうお話をするという予定ではなかったんですね。ところがこれを読むのにこのぐらいの厚い本なので半年ぐらいやっぱりかかりまして、で今日やっと、無理やり読み終えたっていうところもあるんですけれど、何かちょっと因縁めいたものを感じます。それでここには千のプラトーってなってます。だから光源っていうのはプラトーっていうことなんですけれど、とにかくいろんな強度っていうんですかね、力が集まってる場所というふうに解釈してまして、そういう強度っていうのが集まってるのはこういうんじゃないかなって僕は本を読んでないながらそういうことを書いたんですね。僕自身はいろんなことをやってきたつもりではいるんですけど、この本で言ってる言葉を変えれば分裂症っていうんですかね、もう常にいろんな作品がですね分岐していって、場合によっては版画を作ったと思ったら次に何で立体を作るのっていうね。でその理由が僕も分からなかったんですね。ところが現代で真面目に普通に考えると分裂症にならざるを得ない。というのはそれほど現代っていうのは非常に多極っていうか多面体、そういう中で僕らは生活をしていて、その中で物を一つ何か作るっていうことは一つに絞れないっていうですね、そういうものが一つあるんじゃないかなと思ってます。それで僕自身は実は絵画って今すごく関心があるんですね。ところが20世紀の美術っていうのは、反絵画であり反彫刻であっていろんな形態があると思うんですね。ところがあんまりそれが拡大しましてね、美術全体が世界を扱わなきゃいけなくなってしまうような状況になってるんじゃないかと思うんですね。そうするとこの美術館という空間の中に絵画とか彫刻ではなくていろんなものが入ってくる。多分ずっと西洋中心になってきたと思うんですね。ところが僕はそれを見ててなんかちょっと違うなってずっと思ってまして、例えば絵画とか版画とか彫刻っていう一つの長い歴史があって、その中でいろんなものがやり尽くされつつ進行してるんだと思うんですけれど、それはこの本では地層と言ってます。だから地層のあるものにまず自分は惹かれるんだなと。というのは全く何もないとこからものは普通人間作れないんですけれど、僕はやはり今まで地層のように溜まってきたですね、例えば絵画なら絵画なりのいろいろなそういう継続したあらゆる人間の実験が含まれてるんだと思うんですね。でその上で自分が何ができるかっていうのに非常に興味があるんですね。そういう地層の積み重ねがあって、さらに自分がどうずらせるかとか、あるいはどこから外に行けるかっていう、常にそういう起点となるものを自分の中で求めてるんだなっていう気がして、一つ確立されてるようなそういうものにやはり寄り添いながら、そこから自分がどこまで遠く行けるかなっていう、そういう何か両方の振幅っていうのにリアリティを持つんじゃないかなっていうふうにずっと考えて、で何事もそうですけど中にいると物が見えないんですね。つまり絵画をやるには絵画の外に出ないと絵画っていうものが見えてこない。だから僕はやはり一度絵画の外に出る必要があったんだろうなと思うんですね。でこうやって振り返ってみますと、結局絵画と彫刻の間を行ったり来たりしてるなっていう感じがするんですね。90年代っていうのは日本ではバブルがはじけた時代とされてますけど、89年から90年っていうのは確かに今から振り返ると、日本が元気があったっていう時代だと思うんですね。とにかく物を壊して先に行こうっていうですね、
そういう雰囲気が満ち満ちていて、それが一つのこうエネルギーとなるような雰囲気っていうのを自分なりに感じてたと思うんですね。でこれはまあ遠心機みたいなもんですけれど、中心だけど外にこう力を与えていくっていうのかな。だから中心が逆に不在になるというような、そういう自分の中ではちょっとイメージがあって、それで中心がこれはへこんでますけど、この作品の対になるここの美術館でも持っていただいている王の墓っていう、それは中心がこう出てるんですね。でその頃常にこう何か出たらへこませるとか、立てれば横になるとか、そういう方法で作品を作ってた時期でもあるんですけど、例えば渦巻きっていうものを見た時に中心に向かう力と同時にそれは外に向かう力っていうふうにも見れると思うんですね。だからこれは中心に向かっている力なのか外に向かっている力なのかっていうのが同時にあるっていうかな。で実はこれ大きな版は4枚使ってるんですけれど、そこに小さなこうミジンコのような作品がですねたくさんこう二重刷りされてるんですね。で大きな中心と小さなものが両方とも成り立つようなものにこの時やりたかったっていうのをなんとなく今でも覚えてるんです。どうしてこう版画なのかってよく問われるんですけど、その頃僕は油絵しか勉強してなかったんです。で油絵を描いてますと終わりがないんですね、僕の場合。それでどっかでこうけりをつけなきゃいけないっていうものが自分なりに出てきた時に、たまたま版画のクラスがあって、で版画っていうのは銅版画だったんですけれど、プレス機でするともうそれでおしまいなんですね。一種の強制終了的なおしまいで、そのプレスされたその何か出てきた一つの緊張感っていうんですかね、そこで終了するっていう、それと同時に僕は線がどうしても描きたかったんですね。で油絵の具でキャンバスの上に線を描くっていうのはなかなかこう至難の業で、尖ったもので引く線、そういうスピードというものにすごく惹かれてたんですね。それで単にその線を描く絵画として作りたいと思って作ったんだと思うんです。で中心に線とは言えないものがありますよね。であれは実は中に確かに線がいっぱいあるんですけど、その上にさらに面を作ってるんですね。それは何か線は面になんか負けるんですね。で中心には面が欲しかったんだと思うんですね。で普通そのエッチングっていうのはこう寝かして描くもんですね。上にこう被膜を作って、それをこう針のようなもんでこう、引っ掛けばそこが取れるわけですね。でそういうやり方をしてそこを腐食させて、削って、それで線にするんですけど、僕の場合はこれ変な話で立てて描いてたんですね。でおかしな話だと自分でも思うんですけど、こういう絵画は全部寝て描いてるんですよ。だから僕の場合は全く逆で、版画は立てて描いてたなと思うんですね。実は僕はこの絵は2割から3割ぐらいが僕の力で、7割ぐらいはいわゆる描くとかそういう操作ではないと思ってるんです。で版画っていうのは腐食という作用がありまして、でそれによっていろんなことが起こるんですね。普通その自分で引いた線が壊れずにそのままこう定着されるような非常にデリケートな腐食の仕方とスピードでやるのが常だと思うんですけど、僕はもう委ねるやり方でですね、で当時は硝酸を使ってまして、そうするとものすごいこう反応して、それで立方体のようなガスがこう立ち上るんですね。で一晩ぐらいつけてるとなくなります、銅版完全に。だからなくなる手前のところでこう引き上げる。そうするとその表面はもうあっちこっちがこうめくれてましてね、そこが全部腐食されてるんですね。でその腐食されてる面っていうのは実は自分が作り上げたものではなくて、その腐食のあまりの激しい変化によってですね、そこでまさに化学変化が起こっている。この本で言いますと本当に生成変化っていうのをねこうずっとテーマで書いてるんですけれど、そういう生成変化をどうやって起こすかっていうのをその頃の自分、今もそうなんですけどずっと関心があったんですね。伝統的な分野で言いますと日本の陶芸なんかがこう焼いてですね、で炎によって変化ができて出てきた時にいろんなこう釉薬の変化とかそういうものありますよね。で中国とか韓国の伝統的な考え方で間違ったことを言うかもしれませんが、それは大陸のヨーロッパとよく似てて、考えたように出てくるっていうんですかね、もうあらかじめ理想として彼らの中に想定されてるわけですよね。でそれを目指して再現されるのが最高の芸術っていうふうにされてるんだと思うんです。でも僕も含めて日本人なんですかね、この列島の中のそういうその一つの感覚の中にはやはりどっか生成変化っていうものを非常に求めるところがあって、
で焼き物っていうのはあれはもちろん名人がいて、その人も必ずこういうふうにですねにじみが出てですね亀裂が入ったり色になるっていうのは想像できないと思うんですね。自分で作りながらまるでどっかから降ってきたようにですね起こった時に初めて良しとするんだろうなと。そうじゃなくて自分のまだ手の内にあるような完成度であればきっと失敗っていうんじゃないかなと思うんですね。でこっちの絵画はですねやはりそのものを引き継ぎながらなんとかこの上で生成変化したいと思って、そういう方法で例えばこのバッグのいろんなこういうものはかなりそっちに近いものがあって、つまり自分でイメージしているものとそれからずれたり壊れていくものっていうのが同時に成り立った時に何か自分の、これでいいんだなっていう思えるものがですね出てくる。だから素直に書いていってただ描写をしていってそれができるっていう方向をもう僕は多分どっかで早い時点で捨ててるんだと思うんですね。変な話ですけどこの 2,3 年になって普通のキャンバスに普通の市販されてる絵の具で描けるようになったんですね。それが実はこっちなんですね。これはホームセンターで売ってる非常に安いキャンバスなんですね。でそれまでは油絵の具とかキャンバスとか用意されてるもの信用できなかったんですね。僕が求めてるのはなんかこういう皮膜の中にいろんな顔料が散りばめられてて、それを透過した時に、色彩に見えるような。でつまり絵の具っていうのは今チューブで売ってますけど昔はそういう石とかですねそういうものを削ってすりつぶしてそれを油で混ぜたものなんですね。だから顕微鏡的に言えば必ずその透明な皮膜の中に粒状のですね顔料が散りばめられてるっていう状況だと思うんですね。で僕は何かそういうものをここでやりたかったので全く絵の具じゃない素材で樹脂をまず工業的な樹脂ですけどそれを買ってきてそこに顔料を入れてで自分なりに調合して作った時にできる変化ですね。それを油絵の具をペタッと塗ったりとかですねオイルで溶いてやるのとやはり違う。これはやっぱり自分で作った方法だろうなと思って筆で塗るっていう行為をほとんど全くやっていない。ほぼやってないと思いますね。それから一つ寝かするのはその樹脂を持った時に表面張力っていうんですかね、よくミルクを落としますとここになんか形ができますけどそれが微妙に膨らんで表面張力のような厚みを持つと思うんですけどね。でなぜかそういうものに非常に惹かれるんです。というのは表面張力でできたミルクの表面っていうのはものすごいフラットだと思うんですよね。つまり一つのレイヤーが版画のような擦り当たったレイヤーがそこで自動的にできている。透明な樹脂の中に顔料が浮いてる結果として生まれているのが緑の部分であったり、ブルーの部分だったり、結局色って何だって言った時にそれはやはり鉱物だろうと、あるいはそこにある皮膜だろうっていう物質に置き換えていく。で絵画なんだって言ったら結局はそれはキャンバスだろうとかですね絵の具だろうっていうこれも物質なんですよね。だからその物質っていうものにできるだけ近づきたいっていう欲望が多分あるんだろうなと思うんですね。で絵画と何かって再び出てくるんですね。そうするとそこでは線っていうのがどっか消えてて、つまり光とか面とかですね、僕はどっちかっていうと初めから退けたようなものが浮上してきてこういう形でできたんだろうなと思ってます。でずっとその紙とかですね顔料とかを使っている時代が長くてキャンバスは使いたくないっていうのがあったんですよ。でようやくですね普通にやっていいんじゃないかなっていうですね感じになってきたんですね。それはある比較文化の羽賀さん、ごめんなさい羽賀さんですかね、対談させていただいた時に日本は150年間ぐらい近代のねその油絵をやってきてるという話をされて、で150年もやれば素材云々絵画云々っていうねそういう問題はもう考えなくていいんじゃないのって言われたんですね。それで僕はじゃあ僕も普通に絵画やってみようっていうのが一つあったんですね。でやはり線をもう一回考えないといけないっていうのが出てきたんですね。それでこちらの絵がですね僕の中で今この去年ぐらいから小さな実験をしてるんですけれどなぜチューブを使うかと言いますとね線が描けるからなんですよ。つまりチューブからいきなり描くわけですね。歯磨き粉のように押し出しながらすれば線ができますよね。でそういう線はすでにそのキャンバスで筆で描くような線ではないんですね。筆で描いた線っていうのは否定してるわけじゃないんですけど非常にその人間の思念が現れてるんですね。
でもその中部から脱線っていうのは自分の思念であることには変わりないんですけど、それ以上にいろんな偶発的な要素を起こす、そういうものを強要するようなですね方法で、だから版画をやった時と同じような、つまり自分でコントロールできる部分とできない部分がどうしても生じてしまう。それでここの中では自分の中ではここで失われてた線っていう問題がもう一回出てくるかなっていうふうに思っています。なぜレイヤーって言われる層に惹かれるのかっていうのはいまだに自分の中で謎なんですね。ただ例えばいろんな人間の集合とかですね国とか文化っていうものを考えますと、それはこの本でいう、批判的には言われてるんですけど地層っていう問題だと思うんですね。いろんなものが積み重なってて、その上に現代がある、つまり一番新しいものが一番上に乗ってるっていうですね、このは今のところ維持されてるんだと思うんですね。で文化っていうのもやはり厚みがあればある分だけ面白いんじゃないかなっていう直感がどっか働いてるんですね。そういうものの何か時間なり多層性っていうんですか、そういう厚みっていうものをやはり絵画に持ち込みたいっていう欲望が多分自分の中ですごく強いんだと思うんです。そこから自分がどこまで層を積み立てられるかっていうものに興味があるんですね。浄化作用ってありますよね。で宮崎駿っていうアニメーションの人がいて、で僕が中学時代から非常に好きだったわけですね。で、そういう世代でもあるんですね。で彼の中にね例えば不快とかですね、そういうモチーフが出てきて、実はすごいそれは毒なんですけど、その毒を経て下に浄化するようなそういうイメージの物語があるんですね。ナウシカが確かそうだと思うんですけど、だから魂の浄化っていうか、なんか物を浄化する作用っていうのは生きていくためには必要で、浄化するには浄化されるものがないといけないですね。浄化されるその元のある世界っていうのを否定してるわけじゃなくて、その世界において浄化が始まって、それからまたそれが浄化されて新たな世界が始まり、またどっかでほころんでそれがいずれまた浄化に向かったりっていうですね、そういう運動だと思うんです。でもし芸術というものが何かできるものの一つとしたら、やはりそういうものがあるんじゃないかなっていう感じを持っています。美術というのは何か箱があって、その中でそれを崩すようなジェスチャーをずっとしてきたんだと思うんですよ。逆に世界がですね、つまり美術以外の外がこんなに多極化してて非常に過剰な世界である時に、外と同じことを中に持ち込むことはみんな同じ、何もその差がないっていうことになるんだと思うんですね。そうなると美術では何ができるのかっていうのは違う価値観なりですね、あるいは人間がいろんなものになり得るための一つの空間を空けとくというかな。で物事を割と真面目に考えると旅になるんだ。だから人生も旅って言いますけど、ただその旅っていうのはあらかじめ目標があって、そこに行くための旅ではなくて、始まりもないって言ってるんです。終わりもないけれど、だからいつも中間で旅が始まるって言ってる、この感覚僕すごく自分でもあるんですけど、常になんかどっかに旅してるんだけれど、あらかじめここに行きたいからこういう旅をするとか、そういうんではないんですね。だから非常にそういう意味ではまた分裂症的にですね、あっちに旅したりこっちに旅したりこうしながら、で旅っていうのは何か得られればいいけど、得られなくても意味があるんじゃないかなって自分で思ってます。